プレーを解剖、シャトルのささやきです。今回の動画では昨年ペアを解消した渡辺東野ペアの強みとこれまでの実績について深掘りしていきます。彼らの圧倒的な実力を支えていたのは驚異的な戦術と絶対的な信頼関係。データと実例を駆使してその真髄を徹底解剖します。まずは綿菓子ペアについて説明すると、彼らは中学時代から約13年もの長きにわたってペアを組み続けた。その中の良さはテレビや YouTube、試合中の声かけからも息の合ったコンビネーションは誰の目にも明らかだろう。前回取り上げた歴代最長世界ランク1位のギレスカですらペア歴は約5年。それに対し綿菓子ペアは倍以上の13年という時間を共に過ごし、他に類を見ないほどの連携と信頼関係を築き上げてきた。そんな彼らの実績をかいつまんで紹介しよう。まず国内では日本で最も格式のある大会、全日本総合選手権において混合ダブルス4年連続優勝という快挙を成し遂げている。2021年以降連覇は途切れたものの、これは国際大会の影響や怪我による欠場であり、出場していればさらなる連覇を重ねていた可能性は十分に考えられる。そして海外では最高ランクの大会の一つ、全英オープンにおいて日本人として初の混合ダブルス優勝を果たし、さらに21年22年では連覇を達成。特筆すべきは21年の大会で渡辺が男子ダブルスでも優勝を果たしており、1大会で2種目を制した史上唯一の選手として歴史に名を刻んでいる。そして世界最高峰の舞台、オリンピックでもその実力は健在。2020年の東京オリンピックでは日本人として初めて混合ダブルスで銅メダルを獲得。さらに24年のパリオリンピックでも再び銅メダルを勝ち取り、2大会連続の快挙を成し遂げた。その他にも世界各地のワールドツアーでの優勝や日本代表としての活躍など、彼らの実績は枚挙にいとまがない。まさに勝つことが当たり前とすら思わせる勝者の風格を持つペアである。そんな彼らが毎度の試合で繰り出す神プレーの中から特に技術と戦術的価値の高いラリーを厳選して紹介しよう。2023年韓国オープン準決勝、相手は中国代表ジャン・ウェイペア。展開はセカンドゲームの後半、まずは渡辺の強烈なスマッシュから始まる。東野が前衛で壁を作り前方へ落とすも、ウェイは粘り強くロブで展開をリセット。浅くなったロブに対し渡辺はスマッシュを打たず冷静にドロップで返球。スマッシュに備えていたウェイは反応が遅れ、なんとかクロスにつなぐ。東野は叩けずヘアピンで展開を継続。リバースカットで揺さぶりをかける。続いてアタックのチャンス、渡辺は左右ペアの弱点、センターへとスマッシュを放つ。そしてこのコースを頭に入れておいてほしい。東野がバックサイドに抜けたショットをラウンドでトライプッシュ。ジャンは股抜きで華麗に対応。東野がクロスにつなぎ再びロブの展開。渡辺は低めのドリブンプレアで相手を揺さぶり、さらにクロスへとリバースカット。そして綿菓子ペアは低い展開を保ち続け、上げさせてはセンター、上げさせてはセンターへと攻撃を重ねる。そして再び誰もがスマッシュを選ぶであろう場面で渡辺はあえてドロップを選択。反応が遅れたジャンは飛び込んで拾うが、倒れた体にめがけて東野はすかさずプッシュ。ウェイがロブでしのぎ渡辺の後衛展開が続く。そしてウェイが深めのロブを打つ。注目すべきはここの展開、渡辺は左寄りセンターへハーフスマッシュを放つ。だがこれはダブルスにおいて最も危険なゾーン。ここについて少し説明する。ダブルスにおいて後衛がクロスにアタックを打つと基本前衛はストレート寄りで構えているため、後衛自身の対応が必須となる。特にフォアからクロスへのアタックはバックでの対応が必須となり、クリアをするにしてもハイバックの得意な選手でない限り場面展開は悪くなる。そして渡辺はこのラリー中3度センターを使っていたが、全てストレート寄りの相手が触れられるように打ち分けている。しかしこのショットに関してはセンター寄りではあるが、クロスの相手が触れられる一番危険なコースに対して5割程度のハーフスマッシュで打っている。説明通りストレートへのカウンターを食らい、会場誰もが終わったと思ったその瞬間、この男の守備範囲に会場が湧き出す。自らのコース選択ミスに対して地面ギリギリで飛び込んで繋いでみせる。ジャンは決まったと確信して動かず、とっさに反応したウェイが空いたクロスへとロブを打つ。東野は必死にクリアで対応。そして綿菓子ペアも左右ペア、センターへのスマッシュを食らう。なんとか返し東野が低めのハーフで上からの攻撃展開を作るが、ジャンは空いたクロスのネット前へ落とす。渡辺はなんとか拾うが浅いロブになり、ジャンはすかさずプッシュ。浅くなったロブに対し東野を集中攻撃するが、東野は耐えてみせる。長いラリーの末、最後はジャンのロブがラインを割り1点を奪い取る。続
続いて2024年マレーシアオープン準決勝、相手は先ほどと同じ中国代表ジャン・ウェイペア。展開はファイナルゲームの後半。まずは中国側がプッシュで主導権を握りに来るが、渡辺は上げずに低い展開を維持。東野は腕だけではなく体の動きも連動させて丁寧に返す。そして東野もロブを使わずハーフで低い展開を作ろうとするが、175センチあるウェイに捕まってしまう。東野はとっさにクロスへと運びながら前衛に出る。渡辺は冷静に空いているクロスへとつなぎ、低空戦が繰り広げられる。上からの攻撃展開を作ろうと東野は再びハーフを狙うが、帰ってきたのはネットスレスレのドライブ。上からのタッチで返すもバランスを崩して後方に倒れてしまう。渡辺も下からのレシーブを誘うべく低めのハーフで後衛に触らせる。そしてこのラリーで初めて東野がシャトルを高く上げる。注目すべきはここの展開。東野が上げたロブはダブルのサービスラインよりも前。185センチのジャンがスマッシュモーションに入る。そしてミックスの鉄則通り、こうした場面では多くの場合女性側が狙われやすい。説明通りジャンは東野を狙ってスマッシュを放つ。なんとか返してみせるが、甘いレシーブでプッシュを食らう。反射的に返せたが、そのレシーブも甘い。3度目のプッシュで終わったかと思われたが、東野は身を挺して拾い上げる。ジャンはしつこく東野を狙うが、渡辺がそれをカバー。最後は油断したウェイのミスで1点を奪う。ここからは選手ごとの強みに焦点を当てる。渡辺に関しては前回の動画でも取り上げたが、男子ダブルスとミックスダブルスでは戦い方が大きく異なり、求められる役割も変化する。今回はミックスとしての強みを紹介しよう。まずは渡辺から。結果から言うとミックスとしての彼の強みは後衛からの配球にある。2023年ドイツオープン1回戦、相手は韓国代表コソンヒョン・オムヘヨンペア。渡辺の配球が光るのは試合の後半。東野が前衛で壁を張り、クロスへと逃げる球を必死に追いかけプッシュ。渡辺も勢いよく攻めるかと思いきや、クロスへとストップをかけるような緩急のドロップ。時々渡辺は速い展開になると、その速さを利用して空いている空間へと落とす。韓国側2人は一瞬時が止まるが、ソンヒョンがロブでリセットを図る。そして緩やかな展開が続く。渡辺がクロスへとつなぎ、ここで本領を見せる。面を長く見せてからストレートへの長いドライブを打つ。これは毎度渡辺の解説をする時にも説明しているが、彼は相手に面を見せている時間がかなり長い。その結果ソンヒョンはギリギリまでどこに打たれるかわからないため、低重心になり反応が遅れる。なんとかストレートにドライブ気味で返すが、そのドライブは浅い。毎度のごとく渡辺は力任せで打つことなく、冷静にドロップでネット前へと落とす。ヘオンがロブを上げるが、そのロブはもっと浅い。まさに攻め時のチャンスだが、渡辺が見せたのはプッシュではなく、さらにドロップ。ソンヒョンがかろうじて反応してつなぐ。シャトルの下に潜り込めた渡辺はヘオンに向けてジャンピングスマッシュを放つ。そのアタックにヘオンも意地のクロスレシーブを見せるが、それを東野はしっかりと壁を張る。再びロブの展開。今度はセンターへと強打。東野はすかさずプッシュ。ソンヒョンもドライブで返し、右側ネット前が開く。クロスかストレートへのつなぎかと思われたが、渡辺は再び面を見せてからのロブ。ヘウォンがクリアを上げるが、そのクリアは浅い。渡辺のアタックで終わりかと思いきや、リバースカットでノータッチ。静かに試合を終わらせる。続いて東野の強みに移る。結果から言うと東野の強みは前衛でのスピードにある。2018年フランスオープン準決勝、相手は中国代表ジェン・ファンペア。東野の前衛が光るのはラリーが始まってすぐ。自ら上げたクロスクリアの対角線に向かって一直線に詰める。ストレートに返ってきた球を早めのタッチで返球。ジェンは上げずにハーフで展開を作ろうとするが、東野はクロスを警戒しながらも飛び込んで前衛を通さない。一人で完結。続いて2018年ワールドツアーファイナルグループ予選、相手はマレーシア代表チャン・ゴーペア。東野の前衛が光るのはラリーの後半。ワタガシペアは守りの展開でスタート。渡辺がしつこくロブで切り返し、何か狙っている。そしてクロスへとロブ。注目すべきはここの展開。渡辺のクロスレシーバーはダブルのサービスラインよりも前で浅い。もちろんチャンはスマッシュで攻撃してくるが、東野は下からではなく上から構えて対応する姿が見れる。この動画でも取り上げたが、東野は速い球に対して交代せず、積極的に迎え撃つというリスクを伴う戦法を選び、それを成功させることで他のプレイヤーと差別化を図ろうとしている。その結果、速いタッチで相手を翻弄。クロスへと逃げたつなぎ球をプッシュ。前衛を通さない。そして彼女のもう一つの切り札、ジャンピングスマッシュ。2019年タイオープン決勝、相手は中国代表ファン・ワンペア。スタートいきなりジャンピングスマッシュを放ち、
続くレシーブに対してもジャンプからのスマッシュ。3球目は冷静にネット前へと落とし、渡辺が相手のフォア側へとアタック。返してきたところに東野のプッシュで終わる。続いて2018年デンマークオープン1回戦、相手は中国代表ヘ・ジティン・リュウ・ユエペア。東野がジャンピングスマッシュを放ち、一撃で仕留める。このように渡辺・東野は他のペアにはないテンポと柔軟なプレーで主導権を握り、世界トップクラスの強豪にも引けを取らない強さを発揮している。東野の直感的な展開力と渡辺の冷静なコントロールが絶妙に噛み合い、世界ランカーを相手に何度も勝利を重ねてきた姿はその完成度の高さを物語っている。テクニックやスピードに加え、13年間の積み重ねが生んだ信頼と絆、それこそが極限の場面でこそ光る彼らの最大の武器である。今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画を見ているあなたはおそらくバドミントン経験者でしょう。動画を見る前と後で少しでも変化はあったでしょうか。良ければコメントで教えてください。そして分かりやすい、面白いと思った方はチャンネル登録をお願いします。またリクエストも順次募集しておりますので、見たい選手がいればコメントしてください。では次の試合でお会いしましょう。